お疲れ様です。野良のすけです。いつもご視聴いただきありがとうございます。1月の総括っていう形なんですけど、1月にね、チャンネル登録してくださった方、いらっしゃいませ。ありがとうございます。一番最初、確か始めて間もなかった頃で、チャンネル登録6人ぐらいしてくれたんだよな、確か。で、次の日7人になって、でそれが9人になって12人になってみたいな、確か去年の9月のケツか10月の頭かそれあたりだったと思うけど、で多分俺の勘なんだけど、初期の頃登録してくださった方って多分まだいらっしゃってて、おそらく抜けてないんじゃねえかなと思うんだけど、本当にね、もうそっから始まって、今27人かな。ありがとうございます。お一方だけどなたが登録してくださってるかっていうのは分かってるんですよ。でそれ以外の方ってこっちは把握してないのね。表示されないんです。公開するっていう設定にしてないんだろうから、だからどなたが登録してくださってるかは分からないんだけどもね。でもそれでいいと思うんですよ。やっぱなんか飽きた時に抜けやすかったりするじゃないですか。全然そこはいいと思ってます。でもね、登録してくださってるんでね、多分ずっと見てくださってるんだろうなと思ってるんで、改めてありがとうございます。1月の総括ということで、そうだな、1月は割と動画は出した方かなと思うんですけど、今パワプロとアークとそれからど素人飯がメインでやってるような感じなんですよね。でパワプロはね、なんかオペナ 2.5 のノモが投げた試合が意外と視聴回数いったんすよ。で理由がよくわかんないんだけど、今の時期ってナイターとかないからさ、あれ見ながら飯食ったりできねえかなっていう、見てる人がね、そう思って一個試しにポンとやったんだけどさ、みんなから見えるかちょっとわかんないんですけど、あれ低評価3つもらってるんですよ。意外とね、みんなから見えるのかな、どうなんだろう、ちょっとわかんないんですけど、あれ低評価3つもらってるんですよ。で最近で言うとVTuber さんの話をした雑談とかも低評価1個もらってたりとか、まあでもなんだろうな、前も言ったけど低評価って面白いか面白くねえかっていうところで判断してくれてるんであれば全然気にはならないんで、たまになんでって思う時もあるんだけどでもね、やっぱりリアクションしてもらうっていうのはこっちとしてはありがたいことなんで、全然押してくださって構わないです。そういう意味でいつも高評価低評価どっちにしても変わらないよっていう話をしてたんだけど、そんなに褒められた方が嬉しいに決まってんだけどさ、でもそこはそんなに気にしてないんで、つまんないと思ったら押してくださって構わないです。その歌詞面白いと思ったら押してね、高評価。まあいいや。パワプロはそんな感じですかね。なんかパワプロって割とコアな人が一部いて、あとはみんな
なんだろう、スッと見に来てスッと帰っちゃうみたいなイメージかな。どっちかっていうとアークの方がしっかり見てもらってるようなイメージですね。出てる数字から見ると。まあでもね、こんな再生数100いくかどうかぐらいのチャンネルだからさ、全然視聴者数とか視聴回数とかもあんまり関係ないっちゃ関係ないんだけど、でもね、やっぱりそういうイメージはあるかな。アークの方がどっちかっていうと、アーク自体がマニアックだから割と長い時間見てくださってるなっていう気はするかな。作る方はね、大変なんですよ、アークあれ本当にね、考えてやらないと。っていうのは、動画を公開することを考えてやらないと、なんだろう、いつまでもダラダラつまんないシーンが続いちゃうし、かといってね、そればっかり考えるとやりたいことができなくなっちゃったりとか、その辺が難しいんですけどね。でもアークって何かしら起きるんだよね。俺だけかもしんないんだけど何かしらね、起きるんですよ、やってるうちに。俺がまったりやってるからっていうのはあるかもしんないけど。そう、今アークの話とパワプロの話したからあれだけど、今までとりあえず水曜日にど素人飯を出しますよっていうところだけ、決めてやってたんですけど、しばらく目標ね、あくまでもできるかどうかは別として、しばらく月曜日に、パワプロで、水曜日にど素人飯、金曜日にアークっていう形でちょっと出せたらいいかなって思ってるんですけど、守れるように頑張るけど、守れるかどうか分かんない。特にアークに関してははい。まあでも楽しんでやってますんでね。で、ど素人飯に関しては、そうだな、なんだろう、いわゆる男飯っていうのをみんな好きでしょうよっつって出したんだけど、何回かそうでもないんだよねあれと思って。で、ど素人飯が多分一番、登録してくださってる方が多くて、一番しっかり見てもらってるっていう感じはするんですけど、やっぱり興味がないときは、そういう意思表示をされてる気がするんだよね。それってこっちには伝わってこないっていうか、確証はないんだけれども、なんとなくこう視聴回数だとか視聴されてる時間帯とかで、なんとなくそれが伝わるっていうか、今回みんな興味なかったんだなとか逆に意外と受けてるぞとか、感覚でしかないんだけどさ、みんながっていうか、チャンネル登録してくださってるいつもの視聴者さんに加えて、新しくね、見てくださるであろう方に何が受けるのかなってちょっと考えたりもするんだけど、全然わかんないんだよねだからっつってこれやってって言われてもできるかできねえかわかんねえしさ、そもそも俺ひねくれもんだから、それ言われたら絶対やんねえって思いそうな気がするしさそんなことはねえかな。はい。そうだな、前予告したなんだっけ、カオスリミックスって名前ついてるやつ、ガーリックライスかな、ちょっと再編集して、変な感じにしたんだけどさ、あんまりでも違いがないんだよね。今のところまだわかんないけれども、出したばっかりだからさ、あんまり違いがないっつうか、
うん。もしかしたらいつもの方が、評判いいんじゃねえかまであるんだけどさ、あれでもちょっと楽しいから月1ぐらいでやろうかなと思ってんだけど、うん、実験的な意味でね、ちょっと振り幅でかすぎたかな今回はと思ってるんだけど、まあそんな感じで、1月はやってきましたけどね、引き続き2月も、応援いただけたらと思いますんで、よろしくお願いします。まだまだね、これから寒くなったりしますし、体に気をつけてね、頑張っていきましょう。じゃあ今日の雑談は以上です。